それとも惰性か。やることもないのでブレンナーに協力してやろうとでも思っている。いいえ。私には私の望みがちゃんとありましたよ、翔さん。言ったはずです。私には敬愛する人がいると。その人、頭はいいはずなんですけどね。なんていうか、バカですね。全てにおいて秀でている人ですが、どうやら致命的な欠点があったようです。恋は盲目。あなたは悲しくなるくらい殿方を見る目がありません。綺麗事は言いません。私も所詮人殺しです。死にたくないから殺してきたし。ええ、黄昏だろうとなんだろうとお付き合いいたしますよ。でも私気づいちゃいました。いいえ、本当は前から気づいていたくせに目をそらしていたんでしょうね。盲目はお互い様だったりしますけど、ベルリン崩壊の時ハイドリヒ卿は何をしました？そしてあなたは何を私たちに命令しました？私たちが頑張ればみんな助けられたかもしれないとか子供みたいなことは言いませんよ。だけど私たちがあなたも私も軍人でしょ？あなたの命令であの日のベルリンは地獄でしたよ。あなたまでが落ちた。だから私が望んだのはあなたをここから救い出すこと。ハイドリヒ卿から引き剥がし昔の少佐に戻ってもらうこと。私の願いはそれだけです。なぜ私が貴様に世話などを焼かれなければならん。そもそも貴様の願いとやらは不可能事だ。スワスチカでそんな真似はできん。ええ、それは十分分かっていますよ。だからハイドリヒ卿を倒すんです。それもまたスワスチカにかける願いと言っていいはずでしょ。だってあの方はそうしないと出てこないわけですし。11年前シャンバラにドッペルアドラーを呼び寄せたのは私です。全ては彼らと黒煙卓の激突を煽り民間の死者を出さないままスワスチカを完成させるために、私はその混乱に乗じてレイを、マレウスを、生産杯を可能な限り殺害していく。
そして最終的には、この城を、軍人としてのあなたを汚したグラズヘイムを地に落とす。壮年キッドはまだ幼く、サラトゥストラも現れない。あの瞬間、あの時期にしか、勝機はないと思ったから。結局それは、失敗しちゃいましたけどね。言ったでしょ？私は追いかける側の人間だと。妹や弟や、まあなんていうか、気になる若い子たちのことを信じますよ。私は彼らの道を照らす先行になりたい。あなたを追いかけるダメな部下でありたい。だから今私はこうしてここにいる。血で錆びついたあなたの剣に再び輝きを灯せるようにここから救うと決めたから。今さら何を言われても聞きませんよ。私が強情なのは知ってますよね。ご理解いただけましたか、少佐。軍人の何たると、まさかそんなことを言われるとは思わなかった。はあ、そういえば貴様の生まれはベルリンだったの。あの日に私が下した命を今もって許せん。困る。どうしたものかこのバカンス。ハイドリヒ教のレギオンになる方が彼らにとっては幸せだった。1から10まで解いたところで聞く耳など持つまいし、言い訳をしているようで性にも合わん。そして何よ、貴様は2つ言ってはならんことを口にした。1つはハイドリヒ教を倒すなどと分際をわきまえんたわごとを抜かしたこと。そしてもう1つはよりにもよって恋などと私の忠を侮辱したことだ。その船舶さ、罰を与えねばならん。残念だよ、キルヒアイズ。たとえエインフェリアになる身とはいえ。次に会うとすでに貴様は狂っているかもしれん。だがそれもよし、逃さん。どこにも行かせはせん。永遠に私のもとで私の機嫌を取りながら這い回れ。図星疲れて怒っちゃいましたか。それにさっきも言ったはずです。この城であなたの世界はくだらんよ。いつまで経っても進歩のない認識の甘いアホめが。貴様一体何を根拠に私の全てを知っているなどと思い上がる。無限に広がり続ける爆心だと。ああ、そんなものも確かにあったの。あれは戦争用の制約に過ぎん。ハセを外してやろう。光栄に思うがいい。
これを知るのはハイドリ秘境しかおらん。そして実際に見るのは貴様が初めてだ。でも彼ほど真実に誓いを守った者はなく、彼ほど誠実に契約を守った者もなく、彼ほど純粋に人を愛した者はいない。だが彼ほど全ての誓いと全ての契約、全ての愛を裏切った者もまたいない。何時ろそれが理解できるか。我を焦がすこの炎、すべての汚れとすべての不浄を払い清める。払いを及ぼし、汚れを流し、溶かし解放して尊きものへ、至高の黄金として輝かせよう。すでに神々の黄昏は始まったゆえに、我はこの荘厳なるバルハラを燃やし尽くすものとなる。プリアムスペルヘイム・レーバテイン。